東京ゴッドファーザーズ作画の世界。東京ゴッドファーザーズは緻密な背景から人物をより際立たせる方法としてキャラクターの芝居や表情を実に豊かに描いている。漫画的なデフォルメや伸び縮みを縦横無尽に使うことでキャラクターの持つ人間臭さや芝居を重視した東京ゴッドファーザーズならではの世界観を作り出している。キャラクターの表情や動きに大きなヒントとなったのはこの膨大な写真やビデオ。このコスプレの撮影会は、3人のキャラクターっていうのをより具体的に参考として取り入れたいということで作画の時に厚着をしているのでとても難しいということで実際に演じたものを見るのが一番分かりやすいのでそれぞれを想定した演技服装をしてコスプレをしました。監督と監督の奥さんプロデューサーの豊田さんですね。監督もそのまんまって感じでもさあ撮ろうっていう時になると花ちゃんのようになってくれるので面白かったですね。この自転車のシーンは最初のコスプレから1年後に撮ったんですけど作画を担当されるのが井上俊之さんと大塚伸二さんというスーパーアニメーターなので難なくこなしてしまいましたけどマットで同時期に自転車アニメを制作してましてやっぱり多少ゴッドファーザーズでも見せ場で自転車が登場するということでね多少意識するところもありましたね。コンさんの作品3つとも走るっていうことが結構重要なファクターとして出てくるんですけどね今回もやっぱりこういうふうにビデオで撮影してよりそれぞれのキャラクターらしさを出しながら実感を出しながら演じてもらってかなり参考にさせていただきました。誰だよ一回真珠なんて抜かしたやつはおっしゃじゃねえか。この緻密な絵コンテは今監督自らが手掛けたものでレイアウトやセリフキャラクターの細かな表情などが書き込まれている。そして絵コンテをもとに一コマ一コマをコンピューターで取り込み動きをつけていったこの映像はコンテ撮と呼ばれているもので今監督はこれに仮アフレコを行い芝居の呼吸や動きを各スタッフに伝えている。音響監督の皆さんのアイデアで声を入れてもらったわけですけど、実際に作画する方としては全体の感じをつかむというか大まかな感じをつかむという感じで利用させていただきましたね。実際に一元我慢とかそういうところで参加してると作品の全体像とかってあんまり考えないでやっちゃったりする場合もあるんですよ。やっぱりそういう部分ではねこういうものがあるっていうことは自分たちがどういうものを作ってるのかつかみやすいと思うんで見ておいた方がいいでしょうねこういうのはね。コンテが本当にキャラクターに関しても元になってるっていう感じなんですよ。男と呆れるぜ。関わり合うのが嫌だ。家族だろうが。これはクイックアクションレコーダーによる原画を撮影した映像。これは、一番最初に大塚伸二さんが、上げてくれたシーンの、QAR なんですけど最初に具体的なものとして実際にこの3人が動いたものっていうのはこれで初めて目にしたわけですけどねもう全原画っていうか全ての絵が描かれていてそしてそれぞれのキャラクターがもうその人らしく動いてるのでこうなるのかっていうかこの人たちこういう人だったんだっていうのがここで改めて具体化されるんですよね。コンテからまた一歩進んでこれ以降打ち合わせするアニメーターの人もサンプルっていうかこういう感じでやってますってことで大塚さんの QAR をお見せしたりして参考にしてもらったんですけどこれを見た時には最初はもう笑ったし面白かったし驚きましたね。やっぱり自分としてはもう少しリアルっていうかこれはちょっと漫画的な要素も入ってるっていうか口調とかねそういうのも取り入れて、できてると思うんですけどもう少しリアルなものを想定してたんですけどもこれ大塚さんの原画を見たらもうこれでいこうっていうかこれなんだなっていう感じでも一番最初に上がってくるものがこういうレベルの高いものだとやっぱり全体のレベルっていうかみんなが取り組もうとするラインがもう上がるような気がしますね。あとは自分として自分はどうするかって大塚さんはこうやってる自分はどうしようかそういう枝分かれがあると思いますけど銀ちゃんは、泉谷しげるとかねそういうキャラクターを想定したりしてたんですけど、実際いざ作業に入ってしまうと動かし方っていうか何を表現するかってところでは親父らしければいいんだっていうそれぐらいなもんで各アニメーターがそれぞれの親父らしさってのを表現してくれたんだと思うんですけどそれさえ出てれば問題ないっていうかね銀ちゃんとしてちゃんと見える。この花は
安藤君が僕とジブリ以来の盟友というか及ばないライバルなんですけど、このシーンは担当してくれてて、安藤君はもう素晴らしい絵を描いてくれてるんですけど、一応僕も作家として乗っけるわけですよね。でそれを忠実に再現してくれるっていうか、バッチリ合わせてくれるので、最後作家も手伝ってもらいましたけど、本当にもうパーフェクトな貢献度っていうか今回はそんな感じでしたね。私は好きで家出してみゆきっていうキャラクターは、主人公3人のうち唯一可愛く描けるというか作家としてはねちょっと楽しい部分っていう意味合いもあるんですけど、顔の作りはちょっとブサイクというか可愛くないんだけど、自分としてはねもうみゆきがだんだん可愛く見えてきていいんじゃないかっていうのは可愛く描きたいなっていう思いがありまして、途中からはもう僕も可愛く描きたい気持ちそのまんまに可愛く描いてました。冗じゃないわよ。花さん大塚さんは今回もほぼ中割りなしで原画を描かれてて、普通は原画があって中割りがあって原画の何倍かの枚数が動画枚数としてあるんですけども、こうしてもう全部原画で描くっていうことは作業量としてはもうとんでもないことで、大塚さんにしかできなかったんじゃないかなっていうぐらいこのカットが動画にして218枚あるんですけど、大塚さんは動画枚数イコール原画枚数っていう感じで218枚そのまんま原画にして描いてますね。修正っていう修正はもうないんですよね。部分的にちょっと大塚さんのデフォルメがあまりにすごすぎて目がすごい巨大になったりする時もあるんですよ。それを多少抑えたりしてるとこはあるんですけど、基本的にはそのまんまでいいっていう感じで、逆に全原画で全部描かれてしまうともう直しようがないんですよね。実は作家で218枚原画があったら修正も218枚必要になりますから、それはちょっとじゃあ目の大きさを小さくしようと思っても200枚それをやるのかっていう選択に迫られて、もうそれはこれでいいんだって思いしかなくてでもそういうデフォルメしていいっていうところから入ってますからね。でもいざ修正を入れる段階になるとやっぱり時々悩む時がある大塚さんのカットで鈴木道夫さんですね。やっぱり相当なカット数やっていただいて、このシーンの他にも花ちゃんが歌うシーンなんかをやってくれるんですけど、今回女性アニメーター何人か来ていただいて、本当に東京ゴッドファーザーズって女性アニメーターに支えてる部分が多くて、でその一人っていうか原画としても本当に力作で、こっちもチェックをしてっていうかね、その原画を見て楽しんだりできる部分もあったりしてね。鈴木さんは原画の線がなかなかたくましくて、僕なんか意外とか弱い線で描くんですけど、鈴木さんは意外とガシガシって太い線で描いてくれたりしてね、なんかこっちが情けなくなるぐらいな男勝りな実際いや人としては素敵な人なんですけども、松本さんは僕が誘ってっていうかお願いしてやっていただいたんですけど、実はここのシーンっていうのは一番最初に僕がまだ原画門が入る前に、レイアウトだけを切ってあったところで、レイアウト以降ならっていう感じで松本さんがやっていただいたんですよね。松本さんも本当にもう今や業界というかアニメーターの憧れの存在みたいな人なので、自分のレイアウトでやってもらうなんてね申し訳なくなるぐらいのところがあって、もう軽々とやられてしまって、ちょっと助けてあげようぐらいな感じで参加していただいたのかもしれないけど、本当に助かりましたクリスマスぐらい仲良くしてちょうだい。どうしたのよさっき。川野さんはこのパーティー会場のシーンと、あと冒頭のやにテンションの高い牧師もやっていただいて、今回初めて川野さんの原画も拝見したんですけど、僕元気があって、それが一番僕としては良かったっていうか、驚いたというか、元気がある原画っていうかね、そういうのを描く人っていうのはちょっと尊敬しちゃうところがあるので、こういう女性のアニメーターっていう印象からすると、こういう人もいるんだなっていう、そういう部分があって、原画を見て楽しい人の一人でしたね。この作品といえばもう浜津秀樹っていうぐらいにもう一緒にいつもコンさんの作品やってきてますけどね、今回はもういつも以上に大活躍してまして、印象的なシーンをかなり浜津さんが持ってってるんじゃないかなという気がしますけど、実際にもうご覧の通りな芝居をつけてくれてますね。
中松さんのそういうとこはもう本当にこう幅が広くて、シリアスやっても芝居やってもアクションやっても驚かしてくれるっていうかね、もう見てて楽しい原画を描いてくれるので、本当に私は尊敬してるアニメーターの一人なんですよね。そのゴミ捨て場の頭ポンポン叩くあたりっていうのも最初の打ち合わせの分なんですけど、ここはまず笑わせていただきました。ここら辺のテンションの高さっていうかね、意外とこうレイアウトでやり取りしたりして、コメントでこんな感じどうでしょうっていうふうに書くんですけど、それに見事に答えてくれたりして、こう倍返しみたいなふうに返ってくるんでねもう楽しかったですね。盗んだ？実は橋本真二さんのかなりこう個性的な絵なんですけど、僕は橋本さんの絵も生かしたいと思って一応載せたりっていうかねしてるんですけど、かなり原画の雰囲気も残ってるんですよね。実際に僕と監督がやり取りするって言っても、やっぱり今さんのキャラクターっていうか今さんの絵がベースにあるわけだから、僕が描くとどうなるかっていうことなんですよね。結局は最終的な絵を作家として載せるのは僕であるわけだから、そこら辺ですり合わせをしなきゃいけないっていう、自分としてはもうスタンスとしても今さんに合わせようっていうスタンスがありますけど、合わせながらも自分はこうしたいっていう部分は自然と出てるとは思うんですけど、気分としてはもう今さんになりたいっていうだけだ捨てられたね。本間さんの作画のところですけど、本当新鮮だったっていうかね、自分としては見たことのないタイプだったので、ガシガシ描くっていうかね、ラフなのがいい味になってるぐらいの絵を描くんで、芸術家肌というか、特に劇場系の原画の特徴っていうと、より緻密よりリアルにっていう感じなんですよ。本間さんはもっとこう大きいところでやってるというかこういう描き方もあるんだなっていう意味で、一番インパクトを受けたかな今回は。もうここは言わずとも知れた井上俊之さんはじめ、あと森久志さんにつながるアクションシーンですね。もうアクションシーンはもう本当に上手な人がやってくれてるんで、僕が今更何を言うほどのこともありません。今回通常のね作家としての顔の修正やら動きの修正とか、原画を描き足したりとかそういうことももちろんしてるわけですけど、一つやりたかったことが動画をねかなり見ていきたいっていうのがあったんですよ。せっかく上手な部分があるのに何でもないところで気になっちゃう意味がないだろうっていうのはちょっと自分の中でありまして、全体を通して安定した動きっていうかね、動画のラインも通常より普通に上げたい。で本来は動画チェックっていうポジションもあるし、作家が動画を全部見るっていうのはねやんないことだと思うんですけど、やんないしそんなことしてる場合なら絵の修正を入れろとか動きを直せとかそういうことになるんですけど、で自分の中ではちょっとポイント高い部分として作家と並行しながら動画段階での作家というかそういうこともしてたんですよね。全体をね統括するっていうか全体に目を行き届けるっていう意味ではそういう作業って積み上げてきた分効果があったんじゃないかなと思うんですよね。今回みたいな芝居重視のやっぱり作画の中身も濃いアクションあり芝居ありってなるともうやっぱり原画物の質の高さで全てがうまくいくんです。